こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は皆様に日本の水石の歴史の一部をご紹介したいと思います。日本の水石というのはどれだけの歴史を持っているんだろうと驚くことが多いほど水石は発見されます。例えばここに一つの石が箱に入っています。この石もまだ10年ほど前に発見されたもので、調べてみると江戸時代の公家、つまり公家の持ち物であったことが判明しました。このような石が数百年眠り続けていたものがいくつもあります。ご覧ください。新しく作られた箱、つまり元々の内側の古い箱の上に保護も目的として作られた箱です。判明した内容で書かれている内容、それは盆石、雲脇山、伝柴山貞豊公所蔵、紫の宝珠、つまり大徳寺が極めを入れています。もともとはこの中にある小さな箱、この中に収められていたものです。三重の箱になって大切に保管されていた石、盆山石とのみ記されています。黒い石肌の中央に浮かぶ石英の色。これが山裾から湧き上がる雲に例えて、雲脇山という名を与える。この当時の盆石というものは、ほとんどこの両手に乗るほどの大きさで、茶室や脇書院に飾られたわけですね。仰ぎ見る山、富士や蓬莱山を心の中に浮かぶものとして、禅僧、文人、そして茶人が大きな世界をこの中に描いた歴史があります。江戸中期に活躍した柴山大納言は、歌人としても公卿としても名高い人ですが、このような石がどこかにうずもれているものが徐々に発見されていっているんです。このように一般の方が見れば名もなきに石に見えるものが残された記録や箱書きなどから誰が持っていたのかが判明していきます。さあ、ここからは日本の名石をご紹介させていただきます。今回ご紹介する歴史的日本の名石群。これには一般社団法人日本水石協会の資料が大きく貢献をしてくれました。ご協力に深く感謝します。さて、まず名石と言われるものをご紹介するにあたって、二石のものをご紹介します。東の横綱、西の横綱と言われた2点です。盆石、名黒神山。江戸後期、幕府老中主座、松平定信公による命名と伝えられています。日光中禅寺湖で発見された伝承を持つこの石は、その鮭から文化人、中村仏願が黄金の太刀と取り替えた伝説があります。松平公により寛永寺に献上されたこの石は、その名の通り男体山の古い名前として黒神山として今に伝えられています。もう一方の大名石、
盆石、末の松山。1500年代。今から500年以上前の茶会記などにもそのまま名前が登場するこの石は、織田信長や本願寺にまつわる伝説が数多く残されています。おそらく東山御物の一つと言われています。この石は渡来品、つまり唐物の石として日本にもたらされたものでしょう。鴨川石、名神宝、上野寛永寺支院、建明院、今井雄心老子の筆による箱書きが残るこの石が、なぜ市政の中にあるのか。おそらくは明治の初めの廃仏希釈の嵐の中、どこかの時報的な献上品であったこの石が放出されたものでしょう。政宗が戦に出るたびにもその海中に忍ばせたという伝説も残る古い水石です。盆石、名鎌倉。東北の雄、戦国大名、伊達政宗から数えて5代藩主、伊達吉村公に人家の藩士が献上したと伝えられるこの石は、武家政治を始まらせた鎌倉の地を彷彿とさせる姿からその名がついたと言われています。石の産は不明ですが、すでに数百年の時が石肌に古き余韻を漂わせています。鴨川石、名周宝晩夏、米沢藩9代藩主、上杉春則公、別名鷹山公の愛願した石として伝えられています。この石は数奇な運命をたどったもので、戦前の大名上杉家売り立てという中で落札されたものの、その後行方不明となり、京都名庭柊屋宗七のものとして、その名庭の床の間にあったものが、またさらに行方不明となり、戦後、昭和も後期となって、ある歴史的建造物の縁の下に隠されていたものが発見されたものです。どこをどう人の手によって動いたのか、今は水石協会の宝として著名大家の蔵の中に映像されています。水石、古くは盆石と言われた名石たちは、様々な分野で一句映像、伝承されてきました。ここからご紹介する石は、前輪文化や茶道文化の中に生きた人たちに受け継がれたものです。廬山石、名李白関白。禅宗の一つ、大幕宗の開祖、隠元禅師が1600年代に渡来した際、自らが日本にもたらしたと言われる石です。崖の上に座り、遥か遠くの滝を眺める李白の姿を写した日本の姿絵として最古のものと言われます。江戸時代の文人墨客たち、木村蓮華堂、来山陽、その他幕末へ続く様々な傑物たちがこの石に多く関わってきたと言われる希代の名石です。盆石。この石はつい近年まで大徳寺宝珠院の栗深くにあり、その存在すらも確認されていませんでした。ある時に当代住職が
栗の中の歴代の住職の書を整理しているときに、一つの掛け物の箱がやけに重く傾いたので開けると、そこには小さな掛け物とこの盆石が入っていました。一慶宗十郎氏は大徳寺147世を名乗るまでになった名僧ですが、江戸早期、幕府の圧力にも屈しない大徳寺禅僧たちは、自らの足で富士山にまで詣でること数回という健脚ぶりでした。記録によれば、一慶和尚がその旅の往路帰路の中でこの石と出会い、大徳寺に持ち帰った。これが一つの掛け物と一緒になり、以来400年という時を大徳寺の中で眠り続けていたものです。残された掛け物には、日の元一の富士の峰、それがこの盆山に感じられる。そびれる山にはところどころに雪がある。人の世の6月は寒いものだけれど、石をそのまま見て残された書としては大変古いものと言えます。大徳寺真珠庵盆石。とんちのエピソードで有名な一休宗純が開祖として創建されたこの真珠庵は、応仁の乱で焼失後、堺の豪商たちの手によって再建されました。15世紀には時の扇町天皇の皇后お化粧殿が下賜され、通仙院という名で真珠庵の中にあります。この石はこの明の時代の唐物の水盤とともに、今もこの重要文化財の遺構の中に静かにしつらえられています。大徳寺古法庵盆石。茶人としても名高い大名小堀遠州が創建したこの古法庵。江戸中期焼失後、この遠州を崇敬した松江藩七代藩主、茶人でもある松平不昧公によって17世紀に再建されました。この石は、この不昧公がこの古法庵の中に作った茶室開きにも書院床に飾られた記録を有しています。数百年の時を経て、今もこの国宝である建物の中に同じように飾られています。盆石、名、重ね山、作庭家としても茶人としても名高い小堀遠州が見出した石とされています。共に残されている遠州直筆の添え状には、細川公54万石に頼まれていた盆石がようやく見つかった。送ります。名石末の松山よりも、私はこの石が良いと思う。なんとも皮肉な言葉を残す遠州らしい自分の神秘を貫いた石として、茶人の世界でも第一位の格を持つ名石です。最後にもう一つ、茶人禅宗にまつわる石をご紹介します。盆石、名三笠山。この石は最近美術館に発見されたものですが、残されている記録からすれば、この石を持った名場九郎左衛門は、大徳寺の本山、仏道一つ、
今でいう数十億円を寄進した人物とされます。大阪の豪商として名を馳せた九郎左衛門ですが、この三笠山の名は東山文化を代表する足利将軍家、足利義政公による命名であると伝えられています。秀吉から家康へと変わりゆく時代、豪商たちが荒波の中でも見つめ抜いた茶の文化や仏への帰依、そして自分の神秘を求めた盆石。500年近い時を経ても、その姿は今も私たちに何かを語りかけています。いかがだったでしょうか。日本の名石のわずかなご紹介。一石一石が歩んできた歴史、人物、数百年という時をも思えば、一つの石の解説に費やせる時間があまりにも短いものです。水石とは盆栽と違って姿を変えません。今この手の中にある石もおそらくは半世紀を超えて河川から挙げられているでしょう。もしこれからの時代、名高き文化人、誰かがこれを手に持ち愛玩する歴史を持つと、後はこの石もそういう盆石へと評価が変わります。もともとはすべての石が山河に横たわっていたものです。人の手により、人の美の心によって、その価値が高められていきます。私どものこの羽生築堤にも数多くの水石があります。名もなき石が名もなき人によって守られていく。その中にも多くの光るものはあります。またの機会を使ってこの水石をこの次は現代へ続くものへとご紹介する機会を作りたいと思います。阿ビチャンネルはこういう歴史的な水石はもちろんのこと、様々な盆栽水石の分野を皆様にお伝えしています。多くのアーカイブスもすでに70点になってきました。ぜひそれもお楽しみいただきたいと思います。チャンネル登録をしていただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。